曲弾けた瞬間に、ギターは一生の趣味になります。その最短距離をお伝えします。こんにちは、フリーマンです。一曲弾けることがギターを続ける大きなモチベーションになるんです。ギターを始めた方が最初に目指すべきことは、一曲を最初から最後まで通して弾けるようになることです。技術的な完成度ではありません。途中で止まりながらでも一曲を弾き切れること。この体験がギターという趣味の価値を初めてリアルに感じさせてくれます。一曲弾けた方は次の曲を弾きたくなります。この連鎖が始まった方はもうギターをやめられません。今日はその最短ルートをお伝えしたいと思います。最短ルートの全体像を見ていきましょう。ステップ1、適切な難易度の曲を選ぶこと。この最初の1曲は弾きたい曲ではなく、弾ける曲から選ぶことが最短ルートとなります。弾きたい曲が難しすぎる場合、習得に数ヶ月間かかり、その間に挫折するリスクが高まってしまいます。まず簡単な曲を短期間で仕上げ、1曲弾けたという体験を積むこと。その体験を土台に難しい曲に挑戦する。この順番が最短ルートです。クラシックギターの入門曲は短くシンプルで美しいものが多くあります。難易度より弾き終えた時に満足できるかどうかで選ぶことを推奨します。ステップ2、曲を小さなパーツに分解すること。選んだ曲を最初から最後まで通して弾こうとしないことが大切です。曲を4小節程度の短いパーツに分解し、一つずつ習得することを心がけます。パーツ A が弾けたなら次はパーツ B へ。パーツ B が弾けたら A とつながる B をつなげるなどですね。この分解と統合の繰り返しが最も効率的な曲習得の方法です。全体を見て圧倒されるのではなく、今日取り組む小さなパーツだけに集中していく。この視野のコントロールがギター演奏の挫折を防いでくれます。ステップ3、ゆっくりから始めること。最初から曲本来のテンポで弾こうとしないことはとても重要です。本来のテンポの半分以下のゆっくりしたテンポで正確に弾く練習を繰り返します。ゆっくり正確に弾けない動きは、これは速くなっても正確には弾けないんですね。ゆっくり正確に弾ける動きだけがテンポ上げた時にも正確に機能してくれます。ゆっくり弾く練習は本番に役に立たないという誤解もありますが、実際は逆と私は感じます。ゆっくりの練習が早く弾ける近道だったりするんですね。ゆっくり正確に弾けないフレーズは早く弾いても何度も同じところで突っかかってしまいます。これは、今思い返しても多く経験してきました。ステップ4、つなぎ目を集中的に練習すること。曲の中で止まる場所は、だいたいすべてパーツとパーツのつなぎ目だったりします。パーツ A の最後の音とパーツ B の最初の音の間で、指が次の形に移れないために止まってしまうんです。つなぎ目だけを取り出して繰り返す練習が通し練習より効率的に全体の完成度を上げてくれます。止まる場所を記録し、そこだけを集中して練習する。この的を絞った練習が最短ルートの核心となります。この取り出し練習。このキーワードを覚えておくと役に立ちますよ。ステップ5、録音して聞くこと。スマートフォンで自分の演奏を録音し、聞き返すことを習慣にしていきます。弾いている時には気づかなかったミスや、良くなっている部分が客観的に見えます。録音を聞いて先週より良くなっていると感じる瞬間が
練習継続への大きな動機になります。完成度が高くなくても変化が見えることが重要なんです。逆に自分の思った通りに弾けていることを確認できたとき、これはもう言葉にできない気持ちよさがありますよ。一曲仕上がるまでの現実的な期間を見てみます。週3回15分の練習をできたとして、シンプルな入音曲が弾けるようになるまでの期間は、個人差はもちろんありますが、おおよそ1から3ヶ月間と言われるようです。これは才能の差ではなく、選んだ曲の難易度と練習の設計によって決まっていきます。3ヶ月後に1曲弾けた人は、その後もギターを続けることでしょう。最初の1曲がその後の全てを決めると言っても過言ではないです。まとめです。1曲弾けた日は、ギターが一生の趣味になる日です。曲を選ぶ、分解する、ゆっくり弾く、つなぎ目を練習する、録音をして聴く。この5つのステップが1曲仕上げるための最短ルートとなります。今日最初の1曲を選んでください。その選択が一生続く趣味の始まりになります。あなたはどんな曲を選択しましたか？コメントをお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。サイレントギターとクラシックギターについて論理的な視点で動画を出しております。興味があればチャンネル登録しておいてください。困っていることやリクエストがあればコメントで教えてくださいね。別の動画で取り上げていきます。それから一つだけ。概要欄に無料の練習設計図を受け取れる登録フォームリンクを貼っております。15分の練習設計図から始まる5日間のメールプログラムです。まだ受け取っていない方は概要欄から確認してみてください。フリーマンでした。ではまた。